今日は5月16日金曜日、朝から電車に乗って立川へ向かっています。以前住んでいた場所から職場まで使っていた中央線沿いの風景、西東京の雰囲気がやっぱり好きだなと思う朝、電車の中です。JR 立川駅からとことこ歩いて10分ほど。だんだんとその片鱗が見えてきました。目的地はこちら、東京のみの市です。昭和記念公園で今日から日曜までの3日間開催されています。前売り券を買っていたので、こちらのチケットカウンターへ進むとこんな感じで会場マップとリストバンドがもらえます。マップのサイズ感やデザインが可愛くて、もうすでにホクホクです。さらっと全体を把握したかったので一旦外へ。会場奥の出入り口を出ると建物があって、そこのエレベーターを登っていくと会場全体を見渡すことができます。こちらが雑貨やご飯屋さん、ライブステージなどのある第1会場で、こちらが小麦フェスの第2会場です。10時ちょっと前でこのにぎわい、すごいです。マップとも照らし合わせてみよう。パッタイもかなり気になりますが、まずはブラブラと雑貨から覗いてみよう。音楽流れる愉快な雰囲気の中、こだわりと物語の詰まった素敵なものたちがあっちにもこっちにも種々様々ある中から、自分だけのお気に入りを探し出すこの嗅覚の使い方はのみの市ならでは。私的掘り出し物を見つけたいです。ちなみにこちらのコカ・コーラのコップ、悩んでまた来ようと思ったら売れてしまっていました。これもまたのみの市の醍醐味。これはどんな風に使ったら楽しいかな、可愛いかなと妄想がどんどん膨らみます。気になるご飯もたくさんです。曇りだけれど熱気がすごくて暑いくらい。とりあえず喉が渇いたので、こちらの酵素ジュースをゲットしました。タンカンだったかな。柑橘系に麹の優しい甘さが爽やかで、ソーダ割りがよく合いました。水分補給をしつつ気の向くままに歩いていくと、こんな感じで自分でアンティークパーツをセレクトできるお店なども発見。こんなのもうときめくしかありません。このミニマムなリングケースも可愛いです。もうあまりにも人が多いのと、すごい素敵なものが多すぎて目まぐるしくて一旦避難してきました。ちょっと今始まって1時間ぐらい回ったんですけど、もう際限なく可愛くて素敵なものたちがあるので、本当に1日じゃ回りきれないんじゃないかなと思います。
なのでちょっとこのいただいたマップをもとに作戦会議をしようと思って人混みから離れてきました。あとちょっと1時間回ってみての注意点というか、ぜひちょっと暑いので、私も韓国で買った帽子かぶってるんですけど、もう帽子必須です。今とかも結構曇りなんですけど、それでももう暑くて汗だくになるくらいなので、もうぜひ日差しよけの帽子は必須かなと思います。ちょっとどうしようかな。今日私の狙いはまずお母さんの母へのブローチを一つ見つけたいなっていうのと、あと最近コーヒーにインスタントではなくちゃんとこう入れて飲むコーヒーにチャレンジしたいなと思っているので、コーヒーを入れる時に使うポットっていうんですかね、こう細くお湯が出るこう注ぐポットと、もう名称もわからないんですけど、コーヒーのドリップパックをこう入れる三角のやつがあったらいいなと思います。ちょっとそれをめがけて、なのでちょっと紙物は外せないので、紙物エリアはちょっと重点的に見つつ、あとアクセサリーエリア、母の、ブローチとかと、あと食器エリアをちょっと重点的に見たいなと思います。いや、すごい本当に可愛いものばっかりで、ちょっとそのエリアだけ確認してまた戻ろうかなと思います。こちらの文房具屋さんの紙物がとってもおすすめです。私は小さなお手紙セットを買いました。かわいい布物たちもたくさんあります。目移りしながらも頭の片隅に今日の狙いを浮かべつつ散策していきます。これは指輪かな。陶器でできていてとっても綺麗です。素敵なブローチ発見。手作りの良さは一つ一つ表情が違うところ。これは木でできていますが、それぞれハンダゴテで模様を焼き付けているそうです。他のアクセサリーやプロダクトも繊細でとても綺麗でした。母への贈り物はこちらの鳥のブローチに決定。包みも素敵です。歩いているとマッサージ屋さんがあったり、ワークショップをしていたり、いろんな楽しみ方ができて、一人で来ても友達や恋人、家族と来てもこの飲みの市をそれぞれに楽しめるんじゃないかなと思います。ミニハオルチア発見です。結局ドリッパーはビビビッとくるものがなかったけれど、代わりに最近欲しかったティースプーンを見つけることができました。こちらの名古屋のお店、静筆でそそとした雰囲気がとっても好みでした。お隣の小麦フェスは
お昼過ぎにはすでに完売しているところが多い様子。飲み物でも買おうかなと思いましたが、こちらも大行列で断念。小さくて可愛らしい陶器の雑貨などもあって、それをちらりと眺めたら、朝と同じ場所にやってきました。お昼過ぎでもうすでに会場はこんな感じです。こんな風にピクニックができるので、晴れの日にはレジャーシートを持ってきてお昼ご飯を食べたりお茶をしたりするのも良さそうです。ときめきの大洪水と人々の熱気に当てられて、長い列に並ぶ気力がなかったので、いつものセブンラテで一休み。もし小麦たちが売り切れで悲しい気持ちになったら、立川駅構内のこちらのスコーンがとっても美味しいので、ぜひ行ってみてください。立川駅から中央線で3駅、国分寺にあるこちらのくるみ堂喫茶店へやってきました。こちらも中央線を使っていた頃お気に入りだった喫茶店。久々にやってきました。一風変わった気になるメニューや心惹かれる季節のデザートなどもありますが、今日はお昼がまだなので定食にしようかなと思います。くるみ堂喫茶店の和と洋と、あとは台湾テイストとでも言うんでしょうか。その3社の絶妙なバランスの店内の雰囲気が昔から好きです。ゆっくりお茶を飲みながらここで本を読むのも好きでした。久しぶりにくるみ堂の世界観を味わえて楽しかったです。もう一つここ国分寺でおすすめなのがこちらの種果実店。イートインもできますが、今日はちーちゃんの誕生日なのでケーキを買って帰ろうと思います。ここのフルーツケーキ、大きくてとっても美味しいのです。楽しみ。はい、ということで東京の美濃市から帰ってきました。いや、すごい熱気でした。もういいものを見つけてやるぞっていう皆さんのワクワクに満ちた本当会場いっぱいの熱気に、圧倒されました。あともう本当に可愛くて素敵なものがあちこちにずらっとひしめき合っているので、本当に飽和状態、ときめきの飽和状態に陥ってしまって、終始深呼吸何度かしながら会場内を回っていました。で、私は朝、9時半スタートなんですけれども、ちょっと過ぎた頃10時ちょっと前に入園した感じだったんですが、もうその時点ですでに割と会場には人がいっぱいいて、まだその時点ではレストランとかに行列はできていなかったので、レストランエリアだったら朝ごはんとしてそこで食べてから巡ったり、あと小麦フェスで好きなものをゲットしてから、飲みの市エリア、雑貨エリアを巡ったりするのがおすすめです。もうお昼過ぎぐらいには小麦フェスの
結構なお店さんの方でソールドアウトになっていたので、あとキッチンカーももうお昼近くになるとずらーっと行列ができていたので、そんな感じで朝の時間を有効活用するのをおすすめします。はい、で天気なんですけど、今日は割と曇りでそんなに日は照ってはいなかったんですが、それでもかなりもう暑くて、日差しというか曇りの紫外線の強さで汗だくになるので、帽子を持っていくことをおすすめします。ちょっと日傘だとやっぱりこう動きづらいところがかなり人がぎゅうぎゅうなので、帽子をかぶっていくことをおすすめしますし、明日土曜日は雨が降る予報かなと思うので、傘で行けるのかな、ちょっと人の人数で傘がいけるかわかんないんですけれども、私だったらレインコートとか本当に動ける準備をしていくかなと思います。はい、で私は今回あんまりこう大きいものというかもう全然買わなかったんですけど、というのもちょっと近々で引っ越す予定がありまして、そのためにちょっと荷物を今減らしている段階だったので、本当に今回はときめきをもらいにお散歩をしに行くような感覚でちょっと楽しんできました。なので本当にほんの少しの購入品と、あと最近行った旅行の購入品だったり合わせてご紹介したいなと思います。まずこちら、これが読み方が合ってるかわからないんですが、パピルスという山梨県の文具店さんがいらっしゃっていまして、その小さなレターセットに心を奪われて思わず買ってしまいました。いろんな種類のレターセット、手のひらサイズのカードと封筒のセットがあったんですけれども、私はこの船の書いてある大航海時代だったかなのをテーマにした、ミニレターセットを買いました。これどうやって開けるの？すごいマッチ箱みたいになっていて、わーかわいい。こんな感じです。かわいい。なんかすごい、なんだろう、小学校とかの時のワクワクを思い出す感じ。わーすごい。なんか小人が書くような手紙。あとこれがちょっとこれ今封が止まっちゃっているので開けられないんですけれども、動画でイメージをつかんでいただければいいなと思います。これは母にプレゼントとして買いました。結城琴乃さんという方が作っていらっしゃる木のブローチになっておりまして、この木、実際に木にこうハンダゴテでこう絵を焼き付けてるっていう風におっしゃっていて、本当に繊細、全部作られている他のものたちもすごく繊細で素敵な作品が並んでいたので、ちょっとこれを母に、木の鳥のブローチを母にプレゼントしたいなと思って一つ買いました。でこれが名古屋のアンティーク雑貨屋さん、ユゲドゥ・プルミエメさんという古道具屋さん、アンティーク雑貨屋さんが出店されていて、そこのアンティークのものたちが私すごい好みで、本当はもっと買ってきたかったんですけれども、ちょっとグッと引っ越すからと思ってこらえて、ただ最近ちょっとティースプーンをなくしてしまったので、マドラーとこうティースプーンがこう兼用できるようなちっちゃなスプーンがあればいいなと思って、ちょうどこのフランスのアンティークのスプーンをここで見つけたので買ってきました。多分シルバーかな、この何とも言えない、なんて言うんだろう、
ちょっと静かな雰囲気のある、でもちょっと経年変化も感じられて綺麗だなと思ってこのティースプーンをゲットしました。本当に今回のみの市でゲットしたのはこの3つだけなんですけれども、本当に他にも気になるものがたくさんありすぎて逆にちょっと我慢というかまた1年後は多分たくさんお迎えできる状況かなと思うので、また自分の城にお迎えする者たちを探しに来年ものみの市に行きたいなと思います。で、ついでと言ってはなんですが、最近行った旅行のお土産紙物たちを中心にちらっとご紹介したいなと思います。最近北海道に旅行にもう一回行ってきまして、でちょっと今回は動画は撮らなかったんですけれども、もしよかったら写真で旅行を記録しているので、インスタグラムの方のストーリーズのアーカイブに北海道っていうアイコンで残しているので、気になる方は覗いてみてください。でそこで行った札幌ビール博物館がとっても面白い展示で、そこのグッズもすごく可愛かったし、その展示のその内容、開拓史から今の札幌ビールに至るまでの内容を経てからのそういうグッズ売り場だったり、ビールが実際に飲める場所だったりにたどり着いたので、今までよりすごく札幌ビールに対する愛が膨らんで、それでゲットしたものたちになります。これがその過去の札幌ビールの、ロゴラベルのシールになります。このすごく可愛くないですか？レトロな感じで、ちょっとどこに貼ろうかまだ悩み中なんですけれども、ノートの表紙とか裏表紙とかに貼って気分を高めたいなと、旅の記憶として気分を高めたいなと思います。しおりとかにも使えるかな。でこれはその札幌ビール博物館の中のその展示を巡った後で飲めるビールスタンドでもらえるコースターになります。私は札幌クラシックを飲んだので、この札幌クラシックのコースターをもらいました。使わずに持って帰ってもいいんですよって教えていただいたので、これこそしおりだったり何かこう挟んだりするのに使いたいなと思います。あとこれがその今までのラベルのマスキングテープになります。すごいこれがおしゃれで可愛くて、今までの札幌ビールのラベルがずらーっとなっているマスキングテープも買ってきました。でこれがその札幌ビール園の中でできるガチャガチャで出たピンバッジになります。こういうピンバッジ、旅先のピンバッジとかを集めるのを趣味にしたいなと思う最近です。でこれがその札幌ビール園で買った、見えるかな、ちょっと革のキーホルダーになります。これは父がこういうの好きなので父にお土産で買いました。こんな感じで今日の東京のみの市と最近のちょっとした紙物中心の購入品についてでした。今回私はその引っ越しの都合でなかなかたくさん物は買えませんでしたが、ちょっとでも皆さんに東京のみの市の雰囲気が、楽しい雰囲気が伝わったり、ワクワクが伝わったり、あと明日から行かれる方の参考に少しでもなったら嬉しいなと思います。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。よかったら高評価とコメント、チャンネル登録もしてくださるととっても励みになります。それでは良き週末をお過ごしください。